はい、こんにちは。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、タイトル通りです。ピックアップ交換をするなら1にも2にもまずは、位相チェックをしましょう。非常に良い例があったので、ご紹介したいと思うんですけれど、まずピックアップ交換、巷でピックアップ交換って、結構やり方とかいろいろ出回ってるんですが、あと雑誌とかの特集でも割とピックアップ交換はこうするんですよっていうような記事はよく見かけるんですね。で、ただし位相についてはどの記事を見てもちょっと前置きでこう一応念のため位相もチェックしましょうぐらいの、ほんの少ししか触れてないことが非常に多いんですね。で、私はですね、思うんですが、何はともあれ位相のチェックをまずは、してください。ギターにはフロントとリアとか、あとはセンターとか2つもしくは3つ、ピックアップってついてますけれど、例えばダンカンならダンカンのピックアップ、ディマジオならディマジオのピックアップ、セットでフロントリア同時に変えるとか全然問題はないんですね。ただしフロントだけとかリアだけを、なんか変えたいとかっていう場合には位相を揃えなければいけないので、位相っていうのは逆位相と正位相がありますよね。どっちがいい悪いっていう問題ではないんですが、1本のギターに複数のつまり2個以上のピックアップを乗せるにあたって、位相は正か逆に揃えないといけないんですね。でそれが例えばフロントが逆位相で、リアが正位相だとすると、いわゆるフェイズサウンドっていうサウンドになってしまいます。ストラトとかですとあえてセンターを位相を逆にして、ハーフトーンにした時に、いわゆるフェイズサウンド、ちょっと鼻が詰まったようなプーンっていうようななんか変な音になるんですけれど、そういう音サウンドをもう最初から狙ったっていうようなセッティング配線の仕方はあるんですけれど、基本的には、位相っていうのは正か逆に、揃えないとまずいです。では早速見ていきますが PRS のピックアップです。PRS のピックアップはですね、このモデル、ちょっと私もあんまり詳しくないんですけれど、このモデルに関しては、三振シールド線でした。でこのようにですね、赤と白と黒が、出てまして、あと裸線ですね。で、今テスターでチェックをしますが、まず裸線に、クリップをつけまして、裸線はピックアップの下のプレート、金属プレートの部分、今こうやってチェックしてますけど、これと同通があります。でその他の3つの線に今順に赤、それから白つけてますけど、全く網線とは同通がないですよね。なので、この場合網線はもう独立して金属ピックアップの金属のプレートの部分と同通があるだけってことになります。でこれ今、黒を、テスターの黒のクリップを黒の配線で、赤テスターの赤のクリップを、今白にやってますね。で、位相をチェックしますけれど、叩いた時にピンセットの金属を近づけた時に、針が右方向へ動くので、これは正位相ですね。はい。リアは黒をマイナスに接続して白をプラスに接続すれば正位相っていうことが分かりました。では次に、フロントのピックアップなんですけれど、同じくテスターの黒のクリップを黒の配線に、でテスターの赤を、白の配線にで叩いてみますと、
ピンセット近づけた時に今度は左に、針が動きますよね。わかりますか？なので、このフロントのピックアップの場合は、黒をマイナス、白をプラス、リアと同じですけれど、同じように配線をしても、これは逆位相なんですね。じゃあもう一回整理をしますが、PRS のピックアップでフロントとリアがあります。黒をマイナス、フロントも黒をマイナス、白をプラス、フロントも白をプラス。同じ色で判断して接続したとしても、リアは正位相、フロントは逆位相になるんですね。例えばですけれど、この取り外したピックアップ、PRS の本体から取り外したピックアップを色だけで判断して配線してしまうと、フェイズサウンドになってしまうんですね。注意しなければいけないです。ちなみにですね、今まで当然ながらご自身で素人の方が、ピックアップ交換されて、こういうふうに位相が違ってて、フェーズサウンドでしたっていうのは、よく見かけるんですけれど、どこどこの、工房さんで、ピックアップ交換をしてもらいましたとか、例えばちょっと大きな楽器屋さんに持ってって、そこの店員さんがピックアップ交換をしてくれましたっていうようなケースですと、結構ですね、この位相が、要は、正位相と逆位相になってて、最初からフェーズサウンドになってたっていうのも、見かけます。ですので、お願いというかですね、この位相というものをちゃんと理解していないリペアマンの方がいらっしゃいましたら、正直な話、勉強してください。一度覚えれば簡単なことなので、そういう中途半端な知識で、ピックアップ交換というのはお金をいただいてね、仕事として、請け負うものではないです。当然ながらこういう修理の現場では、位相が違った場合には、位相をじゃあ逆位相だったら正位相にしたりとかっていう風な、そういう工夫、要は修正というか工夫も必要なので、そういうスキルも必要になってきますね。それではですね、先ほどのフロントのピックアップが逆位相だったので正位相に変えたい場合ですね。結論から先に言いますと、白と黒を反対に接続すればいいだけなんですけれど、動画を見ながら説明しますと、まずこれが、逆位相ですね。で、黒をマイナスにつないでたのを黒をプラスにつなぎます。で、白を今度はマイナスにつなぎます。逆に配線してあげますね。そうすると、どうでしょうか。ポールピースを叩いてチェックしますと、この通り、叩いた瞬間に針が右に触れるので、正位相になったっていうことですね。ということでですね、PRS から取り外したピックアップを仮に他のギターとかに、載せたいなんていう場合は、このピックアップに関してはそうなんですけれど、ちょっと他のピックアップも同じかどうかは分かりませんが、色だけで判断して、接続をしてしまうと、フェーズサウンドになってしまいますので、気をつけましょう。雑誌とかでピックアップ交換とか、やり方とかいろいろ、ネットも今はそうですけれど出てますが、位相のチェックは必ずした方がいいですね。というか、位相のチェックはしなければダメです。で、
ダンカンとかディマジオでしたら、今ほとんどのモデルに4芯シールド線って使われてるじゃないですか。で、4芯シールド線であれば、位相はですね、正にも逆にも、いかようにも変えられるので、安心です。で、ただし、1芯シールド線、要は、網網線で中にこう、ホットが、線が1本入ってるやつ。あれはですね、位相は基本的に変えられませんので、注意が必要です。ただし、ピックアップ本体を分解して各コイルをこう引っ張り出してきて、でそこのですね配線をこうプラスマイナス逆にしたりとかっていうような、そういうめんどくさい改造をすればですね、そういうことをすれば一応位相は変えられることは変えられます。ただしその分費用はかかりますので、一芯シールド線の場合は注意が必要です。ということで、今回は、ピックアップ交換するならまず1にも2にもまずは位相チェックをしましょうというお話でした。よろしければ高評価ボタンと、チャンネル登録お願いします。それでは。